在釜石サウス10マイルを飛行中。沿岸の家屋についてはかなり損壊している。津波により海面が茶色く変色している。水中に送るものを探すっていうことはもううちを置いて海保にもない能力なんですね。一つのポイントなんですけど、この海にこれだけのコンテナとか瓦礫が引き込まれてまして、護衛艦はとても近寄れなかったんです。で、水中を見ることができる。そして小舟で水深が浅い掃海艇は割と沿岸部に近寄れる。でそこから先ゴンボートはですね、もうどんなものに乗り越えていけるんです。プロペラに巻かないようにパッと船外機を上げて、またパドリングって言って漕いでですね、でまた乗り越えていくということができたので、一番活躍したのはゴンボート、そしてそれを操る EOD たちですね。掃海部隊はですね、艦艇20隻、ダイバー130名、これは掃海艇1隻には4名のダイバーが乗っています。幹部1名、総司3名。それだけでなく、全国の水中諸分隊からも隊員を集結させました。北海道南西沖地震で奥尻に津波がやってきた時、やっぱりこの7月で今ちょうど陸奥湾で対機雷戦訓練やってますけど、陸奥湾に掃海部隊集結してました。それで奥尻ということでさあ行きなさいということになって、一番、活躍したのはやっぱりダイバーだ。なぜかというと、海に引き込まれたご遺体の捜索を彼らは中心にやった。おそらくそういうことが現場で起きてるんだろうということがすぐ想起しましたので、私は自衛艦隊司令官に断って各総監にお電話してダイバー貸してくださいということで言ったわけです。沖縄の水中処分隊は直接こちらへ、以外のですね、地元の横須賀が舞鶴の総監にお願いして、舞鶴からはですね、徹夜でバスで彼ら急行してくれました。自衛隊のバスで。だからそれぞれこれもバスとか電車を使ってですね、で機材はトラック輸送で、夕方6時までに岸壁にそれまでに集まってきたダイバー、ボート、それからとりあえず基地にある支援物資、缶飯とか乾パンとかボート毛布とかですね、これを全部積んで夜9時に執行して現場に向かったということです。海には道路がないので、船が安全に航行するためにはその航路標識が大事なんですけども、そのブイとか全部流されて他のところにありますし、もちろん光ってないから灯台も全部光ってない。で仙台の街はですね、もう燃えてるんですよ。ないぐらいなんですけれども、そのたどり着くまでに何か情報というのはありますでしょうか。警察などにも伺ったんですが、発災から72時間というのがですね、これは一つの人が生きるか死ぬかというところの一つの時間的なリミットでございますので、そういった意味では流れてくるですね、さまざまな、例えば人がいそうな船ですとか家屋ですか、それにつきましては慎重に調べることを追求いたしました。したがって家屋が流れてきたらですね、近くにいた時はボートを下ろしてですね、行ってですね、散々どなたかいませんか、助けに来ましたよって言ったことを散々言わしてですね、ないということを確認してボートをまた収容して別のところに行くといったことをですねやりました。もう最初の72時間ということはもう何はともあれ人命救助が最優先ですから、まず顔の見える支援と、もうやはりその将来を絶望してこれから自分たちどうやって生きていったらいいのかっていうのは、そういう人、それから家族を失った、財産を失ったという焦燥感にあふれている人たち、そして彼らを勇気づけるっていうのも我々の仕事だろうということで、顔の見える支援をしなさいと、物資のみならず血の通った支援をしなさいということを示しました。海上自衛隊総会官、八重山ですね、上院一同というふうにメッセージとともにものをお届けするということをやらせました。そうすると会話もまたなってですね、
乗員たちはまた心に感じるものがあって、次はもう何も言わなくてもそういうことをずっと始めるということ。それから部隊ごとに担当地域を極力固定っていうのですけども、これもいわゆるそのお役所のたらい回しなことのようなことがですね、起き始めていたんですね。でこれはもう最初みんながこう交代交代で行ってある孤立集落や孤立の島を見つける。そうするとこう乗員が行って、ここには何人いますか、何が困っていますか、責任者は誰で、何が欲しいのかというのを聞く。最初はですねもう必死ですから一生懸命住民の人は答えてくれます。午後にまた違う人が来て同じことを説明し、翌日また違う人が来て同じことを説明するというと、もう勘弁してくれということになってくる。自分たちまともに飯も食ってない、まともに眠れもしない、これはいかんということだし思って、極力行く船を固定しました。で同じ船が同じ場所に行って同じ人間が行けと、それによってもう十分分かっていると、同じことを2度繰り返し説明することはなく、次その後どうなりましたかということを聞くだけで済む。それからだんだん顔見知りになってくるので、実は遠慮してたことも言えるし、いう血の通ったやっぱりその住民との交流が始まるということでした。それからですね、3つ目のその主に中堅以上の隊員による対応というのは、やっぱり最初使いっ走りのような若造が言ったんですよね。彼らは一生懸命もちろんやってくれますけども、その世の中の酸いも甘きも知ってるその中堅親父に行けと。そうするとですね、家族も持ってます、妻子もあり、親の介護もしてるかもしれないし、町内会の役員もしてるかもしれない、いう連中、大体40代以上のものに行かせると、単なるクエスチョン&アンサー以上のものを掴み取ってきて帰ってきて報告してもらえるんですよね。そういうことで親父に行けということを指示しました。でそれから最後に指揮官自ら見てこいと、丁重も怒り打ったらいいんだからと指令、それから私も行きました。でこれによってですね、部下が見てきた聞いてきた写真を見る以上のものが自分で感じることができるんです。だから被災者の人がどんな顔をしているのか、どれだけ避難所が寒いのか、あるいはどんな周期が漂っているのかで、自分の感情も変わります。で部下の言ってたことがどういうことだったというのも理解できる。そして優先順位はこっちだということを直ちに判断してトップダウンで部隊を動かすことができるという、この4つをその生存者の救援、物資の支援ということでやったことです。隊員の強さは被災者からもらったって私いつも思ってます。こういう言葉、喜んでくれる笑顔とか、そこで見た涙とかですね、それを見たら誰でもあんな気持ちになったんじゃないかなと。隊員のああいう行動は被災者たちのあんな困ってるのにありがとうとか笑顔を出してくれる、そういう姿で自分たちがやらなきゃいけないっていう気持ちが本当にかきたてられたんではないかなというふうに思ってますね。